こんにちはなのだ。みんな元気なのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日は大自然がとっても綺麗なニュージーランドについて紹介していくのだ。実はみんな知ってた？ニュージーランドにはつい最近まで市と契約した公式の魔法使いがいたのだ。雨乞いをしたり街を元気にしたりするのがお仕事だったらしいのだ。まさにファンタジーの世界なのだ。そんな不思議な国ニュージーランドのニュースを今日は全部で5つ紹介するのだ。もしこの動画が面白かったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますなのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。恐ろしい光景。パパモア公園で鳥が局所的中毒により大量死という記事なのだ。パパモア公園でたくさんの鳥さんが毒物中毒で死んじゃった事件があったのだ。目撃者の方もホラー映画みたいですごくからかったって話しているのだ。一体公園で何が起こったのか詳しく見ていくのだ。さあみんなで一緒にニュージーランドの最新ニュース見ていくのだ。皆さん、今日は地球の裏側南太平洋に浮かぶ美しい島国ニュージーランドを紹介するのだ。この国は北島と南東という2つの大きな島を中心に小さな島々が点在しているのだ。首都は北島に位置するウェリントンで世界で最も南にある首都としても知られているのだ。ニュージーランドの歴史は先住民族周りの人々が独自の文化を築いたことに始まるのだ。その後17世紀にヨーロッパ人が来航し19世紀にはイギリスの植民地となったのだ。現在ではイギリス連邦に属する立憲君主制の民主主義国家として安定した政治を保っているのだ。人口は約500万人と国土の広さの割に少ないのだ。そのため豊かな自然が手つかずのまま残されている場所も多いのだ。主要産業は肥沃な土地と恵まれた気候を生かした農業なのだ。特に酪農や羊の飼育が盛んで美味しい乳製品や羊肉は世界中で愛されているのだ。またフィヨルドや氷河、火山など息を飲むような絶景が広がる観光も大きな柱なのだ。映画ロード・オブ・ザ・リングのロケ地としても有名でその雄大な自然は多くの人々を魅了するのだ。マオリ文化も色濃く残り彼らの伝統的な歌や踊り、タトゥー、タ、モコ、モクニの重要な文化的な特徴なのだ。そして何といってもラグビーは国民的スポーツ。オールブラックスは世界最強のチームとして有名でその試合は国を挙げて応援する一大イベントなのだ。最近ではサステナビリティ、持続可能性への意識が非常に高く環境保護への取り組みが世界的に注目されているのだ。クリーンエネルギーの導入や自然を守るためのさまざまなプロジェクトが進んでいるのだ。ニュージーランドは自然の美しさ、豊かな文化、そして未来を見据えた取り組みが魅力の本当に素晴らしい国なのだ。一度訪れてみたらきっとその虜になること間違いなしなのだ。一つ目のニュースなのだ。トーリー・ワナウ氏、市長選出馬を撤回し国会議員選出馬を視野にという記事なのだ。ウェリントンの市長さん、トーリー・ワナウがね、将来は国会議員を目指すことにしたんだって、すごいのだ。なんと、2028年の市長選挙にはもう出ないって決めたらしいのだ。もともとワナウ市長は、2022年に当選した時、市長を3期続けるつもりだったんだよ。でも、今年の4月に市長選への出馬を辞退して、代わりに市議会のマウリ区から立候補するって発表したのだ。理由は、アンドリュー・リトルさんに道を譲るためだったのだ。以前は、2028年にはまた市長選に出るかもって言っていたけど、今は多分出ないって考え直したらしいのだ。ワナウ市長は、自分の市長としての実績にすごく満足しているんだって。ライトレール以外はほとんど公約を達成できたからもう市長をやる必要はないかなって思っているのだ。すごい成果なのだ。実はワナウ市長
以前から国会議員になることに興味があったらしいのだ。2022年の市長選の時も国会議員になるためのステップなんて噂があったけど、その時は否定していたのだ。でもその後はいつか大臣になりたいってオープンに語っていたんだよ。特に防災とか周りの発展、外交の分野に目を向けているらしいのだ。これからの計画はまず市議会の周り区で当選できるように頑張るのだ。もし当選したらその任期はしっかり全うするって約束しているのだ。そして次の2026年の総選挙にはまだ準備ができていないからでないけど、2029年には国会議員を目指したいって考えているみたいなんだ。具体的に決まったわけじゃないけど、いつか必ず国会議員になるって100% 自信を持っているんだって。和直市長は緑の党の首席補佐官を10年も務めて、その後市長になったから政治の経験はたっぷりなのだ。だから国会議員になるのは自然な流れだって思っているんだね。もし今回の選挙でうまくいかなくても、女性の政治参加を支援したり、ウェリントン市のために貢献したりするつもりらしいのだ。あと講演活動も始めてリーダーシップについて話していく予定なんだって。市長選の時には独立系の議員さんと協力するために緑の党の党籍を一時停止したこともあったけど、去年には緑の党に復帰したのだ。そして支持者のみんなをがっかりさせちゃったことを反省していたらしいのだ。地方選挙の投票はすでに始まっていて、10月11日の正午に締め切られるのだ。和直市長の新しい挑戦、ずんだもんも応援しているのだ。2つ目のニュースなのだ。国宝級の歴史的東大森コテージ100万ドル超で売り出しという記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。ニュージーランドにとっても特別な歴史的コテージが売りに出されているのだよ。その名も北岬灯台森のコテージなのだ。お値段は100万ドル以上らしいのだ。このコテージはカイパラのプー島にある1880年代に建てられた3ベッドルームの素晴らしい家なのだ。あの有名な北岬灯台と同じ香り材を使って建てられた、まさしく国の宝なのだよ。もともとは灯台のすぐそばにあったけれど、1950年代に灯台が閉鎖された後、約 8km 離れた今の場所に移されたのだ。今のオーナーはグレイブさんとモラグ、レンドル夫妻で8年間大切にしてきたのだ。彼らはコテージをホリデーホームとして貸し出していたけれど、お孫さんたちにもっと近づきたいから今回手放すことになったのだって。レンドル夫妻はこのコテージを1年間かけて丁寧にリノベーションしたのだ。外も中もピカピカにして歴史的な魅力を残しつつ現代的な快適さも取り入れたのだよ。元の美しい香り材の床板や暖炉、寝室の作り付けの家具はそのまま残して昔ながらの雰囲気を大切にしたのだ。さらにアンティークのシャンデリアや昔の新聞からインスピレーションを得たキッチンの壁面、特注の灯台のステンドグラスなんかも取り付けたのだ。細部までこだわりが感じられるのだ。敷地はなんと11,200平方メートルもあって、大きな物置が2つも立っているのだ。お外で思いっきり遊べちゃう広さなのだ。物件エージェントのメガン・エトゲスさんも、これは普通の歴史的な家とは違う、計り知れない価値があるのだって言っているのだ。地域にとっても国にとっても宝物だから値段なんてつけられないくらいなのだと大絶賛なのだよ。歴史やアウトドアが好きな人には最高の家になるはずなのだ。ニュージーランドの歴史の一部を手に入れるチャンスなのだ。このユニークなコテージに興味がある人はぜひ問い合わせてみるのだ。3つ目のニュースなのだ。恐ろしい光景、パパモア公園で鳥が局所的中毒により大量死という記事なのだ。パパモア公園でたくさんの鳥さんが毒物中毒で死んじゃった事件があったのだ。目撃者のジル・マクファーレンさんが先週この公園で鳥さんが苦しんで死んでいく光景を見たのだ。それはまるでホラー映画みたいですごくからかったって話しているのだ。ジルさんは
木曜日に公園をよく訪れるダンさんから連絡を受けて、たくさんの鳥さんが発作を起こして死んでいるのを見つけたのだ。鳩やスズメ、クロウタドリ、鳩、ウズラなど約15羽が死んでいるか瀕死の状態だったのだ。現場には鳥さんの餌が散らばっていたから、シルさんはこれが毒入りだったんじゃないかと疑っているのだ。彼女は苦しんでいる鳥さんたちを周囲である夫のポール・グリーブスさんのクリニックに連れて行ったのだ。残念ながら助けられない鳥さんたちは安楽死させられたのだ。金曜日にも公園に行ったら、さらに多くの鳥さんが悪い状態で見つかったのだ。シルさんは40羽ものウズラが死んでいたんじゃないかと考えているのだ。この出来事にシルさんも夫もひどく心を痛めたのだ。ビーチロード獣医クリニックのディレクターであるブレッド・カークランドさんは、持ち込まれた12羽のうち4羽しか生き残らなかったと話しているのだ。鳥さんたちの大量死は毒物中毒と一致していると言っているのだ。どんな毒物かは検査しないとわからないけど、臨床症状はクロラールハイドレート中毒に似ているそうなんだ。もしそうなら、鳥さんたちは麻酔状態になって、低体温症で死んでしまうのだ。ベイオブプレンティ地域評議会は、木曜日の夜に約20、30羽の鳥さんが死んでいると通報を受けたのだ。第一次産業省が調査して、今回の鳥さんの死は、疫病じゃなくて、特定の場所での毒物中毒事件だと結論付けたのだ。評議会は、鳥さんの餌に毒が入っていたのか、どうやって毒が散布されたのかは確認できなかったのだ。現場から残っていた鳥の餌は撤去されたそうなんだ。評議会はこの公園で鳥の駆除プログラムはやってないのだ。第一次産業省も病気じゃないことを確認したのだ。ボツリヌス菌とか藻類ブルーム、あるいは毒物中毒のようなこの地域特有の原因が考えられると評議会に伝えたのだ。4つ目のニュースなのだ。長年の荒波を越え、ワイロアの未来は候補者の言葉が握るという記事なのだ。ワイロア町では2025年の地方選挙で洪水対策とインフラ整備がとっても大切な争点になっているのだ。最近のひどい気象災害から町を立て直すため、議会は将来の洪水から守る放水路計画を進めているのだ。候補者さんたちは町の最大の問題と水サービスを地元の独立した組織 SCCO で提供する決定についてそれぞれの考えを話しているのだ。現職のクレイグ・リトル市長は洪水から町を守るのが最優先だと力説し、資金確保に努めたのだ。地域に合った水計画を柔軟に進めるべきだと考えているのだ。現職のデニス・イーグルソム・カレカレ副市長も洪水対策が一番の課題で、特にノースクライド地区を守ることで人々の命やビジネスを守れると言っているのだ。 SCCO には地元で決定できる柔軟性があるから賛成なのだ。他の候補者さんたちも多様な視点から意見を述べているのだ。キャムデン・バスキンさんは7000万ドルの河川改修計画が下流に問題を移すだけだと懸念し、雇用創出も大事だと考えているのだ。クラワリ・パネレさんは放水路の費用、税金、道路が問題だと指摘し、 SCCO についてはすでに孤立しているワイロアがさらに孤立するのではと懸念しているのだ。マオリ区の候補者さんたちではマリノ・ハーカー・スミスさんが気候変動が最大の課題で、洪水対策や都市計画の調整が不可欠だと考えているのだ。アリーティプさんは古いインフラや道路が問題だと挙げ、 SCCO の実行能力は未知数だと話しているのだ。ベニー・タケアンズさんは家計の苦しさやサービス提供コストと税金のバランスを考えるべきだと提案しているのだ。プティ・クックさんは暮らしが高くなっているのが一番の心配だと訴えているのだ。一般区の候補者さんたちもインフラの維持、更新とその資金調達、スチュワート・ハリスさん、洪水対策と経済、社会的復興、ション・マリスさん、水問題と長期経済戦略、サム・ジャックマンさん、
などを挙げているのだ。ジェレミー・ハーカーさんはサイクロンからの復興が課題で、インフラの修理や放水路対策、政府との連携が必要だと強調しているのだ。アンバー・フォレストさんは、賄賂を投資に魅力的な街にすることが重要で、洪水対策やインフラ整備、戦略的計画が鍵だと言っているのだ。ベロニカ・トーカキさんは、インフラと料金の手頃さを両立させる必要があり、税金を公平に保つべきだと考えているのだ。ロズ・トーマスさんは、洪水防御計画と河口の整備が最優先で、これによって経済的な未来を確保し、産業を呼び込めるはずだと力説しているのだ。水サービスを地元の SCCO で運営する案には、多くの候補者さんが賛成しているのだ。みんながワイラーの未来を真剣に考えているのが伝わってくるのだ。この選挙で街の未来がどうなるか、とっても注目なのだ。5つ目のニュースなのだ。楽しさのビジネス、テーマ型エンターテイメントという記事なのだ。オークランドに楽しいビジネスがやってきたのだ。今回はテーマ型エンターテイメントについてのお話なのだ。もしエイリアンの手術を体験したいなら WT ワークショップアンリーシュドという場所がぴったりなのだ。ここは映画ロード・オブ・ザ・リングの WT ワークショップが手掛けるとってもユニークな体験型施設なのだ。筆者の体験談によると、スカイシティホテルの元会議室に作られたこの施設には、吊るされた羊の死骸が体に触れるようなとってもリアルな部屋があるのだ。正直すごくリアルすぎてちょっと不快に感じるくらいだったそうだけど、暗い空間も相まってさらにそのリアルさが増していたのだ。この WT ワークショップアンリーシュドはスカイシティホテルに新しくできた2つのテーマ型体験の一つなのだ。かつてジャーナリストが会議中にうとうとしていたような場所がこんな面白いエンターテイメント施設に大変身したなんてすごいことなのだ。みんなも新しい体験に挑戦してみてはどうなのだ。今日のニュースでニュージーランドの豊かな自然や文化、そして政治や暮らしの今が少しだけ見えたのだ。市長さんの大きな決断、歴史ある建物、悲しい事件や街の未来、そしてユニークなエンタメまで本当にいろいろな顔があるのだ。この魅力あふれる国、もっと知っていつか訪れてみるのも良いのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。